第4回総統杯準決勝はキリモさんのルキナデッキとタノさんのマルスデッキの対戦となります。で、そうですね、このマッチングの話でいくと、ちょうど決勝トーナメント1回戦のとの比較が分かりやすいかなと思うんですけれども、トーマデッキのカム47については、序盤からかなり点を通される状況だったんですけれども、このマルスデッキについては支援30がたくさん入っているので、序盤に割られるオーブの枚数という意味合いでは、カム47の時よりは多少オーブが守れるのかなというような感じではあります。で、オーブが守った状態でマルスの CC、本命は5コスですかねまで持っていければいいんですけれども、その道中どれだけオーブを割られるのか、相手の圧があるのかっていうところは、先ほどと同じような扱いになるのかなと。で、攻撃に出されたユニットを処理しにくいというところも共通していまして、おそらくマリアとヒノカあたりが後ろを取る要因なんですけれども、マリアを絆2のターンに出すのはかなりシビアというか、1ターン目に生き物を出すか等々しないといけないんで、ちょっと現実的ではないかなって気はします。ゼロコス絡むとかですかね、あとは。で、ヒノがちょっとターンが後ろなので、はい。なので、結論から言うと、序盤にどれだけルキナがオーブを割れるか、マルスが守れるかといった、ところですかね。で、あと、ここも、ルキナ側が実は先行取れてるので、そのあたりも勝敗につながってくるかなと思いますので、ご覧ください。総統杯決勝トーナメント2回戦は、左手先行ルキナデッキ、右手がココマルスデッキとなります。主人公の顔ぶれを見てサイファ黎明期を知ってるプレイヤーからするとちょっと胸熱感がありますね。はい。当時はちょっと発売直後ルキナは好きな人が使ってるぐらいの印象だったのが正直なところなんですよね。マルスはスターターのスタロがすごい強かったので、はい。まず、そうですね。ルキナ側は、先手地形を歩いて下げることによって、このターンから回復の意識が、発動する、戦闘力がプラス20入る感じですね。はい。で、ルキナ2ターン目 CC で、入れ替えましたね。目当ての乗り先とか、あとは、あるかもしれないですね。はい。で、ここは通ります。続いて地球ですね。はい。友人めくれて、相手3時なんでここは通らずですね。必殺打ちます。はい。決勝トーナメント1回戦の時のトーマ同様、早めに仕掛けて詰めておきたいっていう意図が見受けられますね。はい。で、高校もマルス2ターン目 CC。2ターン目 CC の戦闘力60にすることによってある程度、横の攻撃はさばきたいんですかね。マルスはいわゆる羽間って言われてる構築なので支援30が非常に多いんですよね。で、ルキナ側も30入ってはいるんですけど、さすがにちょっと枚数がかなり違うんで、ただノノは儀式入ると70スタートなんで、他のマムクートはさばけるけど、チキの攻撃は取っちゃう感じですかね。はい。で、今回ルキナデッキ決勝トーナメント上がってるんですけど、実は、そうですね、後ほど総括でも話そうかなと思ってるんですけど、結構出てくるんじゃないかなって期待してた主人公なので、ここは正常に入りましたね。70になるっていうのは結構大事かもしれないですね。そうすると相手の方が支援値高いのが分かってるんで必殺打ちました。先に正常乗ってレベルも上げつつですかね。はい。あれか、22段の方じゃないんですね。ちょっと対比見れてなかったんで、あんまり対比のカタログが良くなかったのかもしれないです。はい。そんな感じします。友人とか
あの辺だったんで。マルス側ですが、今話した通り羽間で、飛行ユニットで射程持っているユニットってかなり貴重なので、はい、そうするとちょっとチキどうやって取ろうかっていうところはあるかもしれないです。はい。マルスパンプ効果使いながら、殴る感じですかね。ちょっと、動き渋いですね。次のターン CC してサイズ上げたいところではあります。はい、ただマルスサイズ上げても正常側が CC で周りにバフばらまくっていうのもあるんで、マルスガのオブは2なので CC ポストは2だと大型ユニット出しながら CC はなさそうですね。はい。でラケシスドローは入らなかったですけどピアニス的で、ドロー入りました。このタイミングでラケシスを置くってことは他の手札かなり強いでしょうね。もうちょっと減らすとラケシスドローできるんで、特にこのデッキって竜神紋章でターン中に絆伸ばせたりするんで、他のカードが、全部有効派みたいな感じなのかもしれないですね。はい。で、リズ出撃ですね。はい。正常。はい。これ詰めるってことは、将来的には、まだもう一回パンプできるよっていう状況ですよね。はい。であとは、ピアニ絡めれば、2番狙えるんじゃないですかね。で、当たりますと。ルキナ正常相手だと、本来セオリーだとオーブ1ぐらいまでは基本もらってよくてってなるんですけど、もらいすぎるときついですよね。CC が速くなっちゃうんで。はい。で、撃破成功、アンドローですね。はい。リズまた必殺打ってたんで、なるべく点々通してですかね。冷たいと。で、そうすると、ちょっとピアに残ってるのは嫌ですよね。特段何もしなくても、ある程度さばけちゃうんで、一人は。はい。ここは風花出撃ですね。風花でさらに支援プラス10されると、結構硬さ出るかもしれないですね。で、ここは、ハピ CP で出撃ですね。戻すユニットは、チキリズですかね。ピアに戻していいこと何にもないんで、表2枚やるんで、戻しても次絆置いて、ワンドローつくし、しかもタダで出てくるんで、はい。2枚戻して、捨てるカード、リズは大事にしたい気はします。ハピチキを切りました。しばらくためますね。そうですね。マルス側は、なんとか粘りたいですね。CC できるターンが結構シビアな気がしますね。で風花は、強い3時を山に戻して、めくれてもいいし、引けてもいいしっていうような使い方ですかね。今回風花主人公も、分布があって2人かな。実際動画でもあったんですけど、状況以下によって戻すカードが変わるんですよね。山上から強いカードを引きたいときと、天空紋章を狙うときとで、はい。で、ここは正常の方を取りましたね、オーブ。マークとか絡むと一気に引っ張り出して顔が折っているんで、まずルキナ CC で効果。はい、マーク出ましたね。はい。で、残りコストで正常 CC でマルス前ですね。はい。まだ4コスあるか。4コス4コス2コスか。ルキナ。そうですね。2回このターン
してますか、正常が。はい、ちょっと計算プラ40プラ50ちょっとはい、間に合わなかった見方が、はい、でピアニでも通ります、ノノでも通ります。回避ないですね。はい、ルキナ勝利です。準決勝は、ルキナの勝利になったんですが、アルスガはかなり苦しい戦いでしたね。なんとかしのいで戦闘力80支援30めくりになったとしても、正常王によるバフでマルス側の支援で弾くっていうコンセプトを上から潰されてしまうので、ここしのいでてもなかなか苦しい戦いは続いたかなと思います。ただ、もうちょっと回避が手札なりオーブなりから通過してよっていう気もマルス側からするとしますね。もうちょっと回避あればオーブの枚数権利できたりとか多少動きの幅があったはずなんで、そこは残念だったかなというポイントですね。あとはハピでなんとか面処理をしようというところまではいけたんですけれども、相手のユニット出撃が止まりませんでしたね、その後。その辺も竜神で伸ばしている副産物といいますか、そういったところになるかなと思います。はい、準決勝以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。